無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー82ガンドランダー魔風の聖剣のキットスペリオルランダーを作っています。1991年に発売されたキット、塗装パートです。パーツを色分けして製作するフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、塗装の下地を作り、モデルカラーホワイトグレーの下地塗装まで前回のパートでできています。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。色分けの1色目は緑から、モデルカラーのライトグリーンです。頭部、胴体の一部、メガフレアデバイス、シールドに明るいカラーですが隠蔽力はそこそこ強い塗料です。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーのブラッディレッドです。頭部、脚部、腕部、メガフレアデバイス、シールドなどそれぞれ色分け箇所がありました。鮮やかな赤カラーです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。パレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。色分けカラーとしてメインにも近いゲームカラーのシルバーです。腕部、胴体など塗装面積は広く、爆王剣にも使っています。銀色のさすがの発色の強さです。銀色塗料の隠蔽力が強い最大の理由は、金属庫、アルミ顔料が光をほぼ通さず、表面を物理的に覆うからです。金属粒子は光を強く反射、下地を遮断、面で覆う性質が非常に強い特質を持っています。スペリオルランダーは第2シーズンの主役キャラクターです。ダーカイラの若者で、ガンドランダーの前作、闇の黙示録の戦いから100年後、戦災孤児であった若者の一人で、ゴーンドランダーの下で武術の修行をしていました。モデルカラーのダークグレーです。腕部、爆王剣の柄の部分にも。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。メガフレアデバイス、腕部に主に。パレホの標準的な青カラーです。ガンドランダーはガシャポンを中心とした玩具企画で、ファンタジー風世界観を持つ SD ガンダムシリーズの一つでした。武者ガンダムでは日本の戦国時代を、ナイトガンダムでは中世ヨーロッパを、SD コマンド戦記では現代近未来をモデルにしているのに対して、戦士時代や古代文明などがモデルとなっていました。登場するキャラクターの共通の特徴として、体の各部に生物的な角に見える部位があります。武者ガンダムが BB 戦士、ナイトガンダムがカードダス、コマンド前期が元祖 SD ガンダムで主に展開していたように、ガンドランダーはガシャポン戦士を中心に展開されています。漫画版はコミックボンボンで1990年から1993年まで連載されました。色分けのメイン、一番塗装箇所面積が大きかったのは、ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。パレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所では、全般に塗装部分がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約70分でした。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。
塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次シタデルカラーから名称変更しました。ウォーハンマーカラーは発色は強い、隠蔽力高め、今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀、ちょっと使いづらい独特の蓋容器というのはシタデルカラー時代から変わらず健在です。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずはメガフレアデバイスです。塗装に際して外しておいた6発の弾丸。1つは砲台に、残りの5発は装着するパーツがあるので、そこにセットして接着剤で固定してしまいました。予備の弾丸を収納できるパーツがセットされているのは珍しく画期的です。角を敵に突き刺しての電撃技や武器、爆王剣を使っての荒っぽい戦いを得意としています。戦いを通してリーダーとしての自覚に目覚めていきます。ボディパーツに冷却コードを含むバックパックを取り付けます。脚部を左右取り付けます。左腕から順に腕部を取り付けます。左腕にはシールドを装着しました。今回の BB 戦士のスペリオルランダーのデザインは各種パワーアップ前の形態です。頭部をジョイントして完成です。メガフレアデバイス、爆王剣と一緒にフロントビューからリアビューまで。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー82ガンドランダー魔風の聖剣のキットスペリオルランダー塗装のパートで水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。